アンモサ製作所です。今回は、ボークス社製の100分の1、IMS。ナイト・オブ・ゴールドの、バスターランチャー仕様を、ピッカピッカに塗装して製作します。あと、額にアルファティマハッチの、クリアカと、選択式の足先パーツを、両方使えるようにしていきます。はい、ナイト・オブ・ゴールド。バスターランチャー仕様です。とりあえず箱がむちゃくちゃ大きい。早速、箱の側面ですが、塗装済みの完成写真が載ってます。さすがプロの作例です。とてもかっこいい。反対側はバスターランチャーを構えてる写真です。箱の厚みがすごくて、手のひらと変わらない厚さです。では、内容物の確認をしていきます。潰れないように補強材も入ってる。とりあえず、中身を全部出してみます。パーツも大きいですが、量も多いですね。組み立て解説書は、別でパッケージされてます。パッケージ全部だとこれくらいになります。量に圧倒されてちょっと、不安がよぎるアンモサです。では、作っていきましょう。では、早速パッケージからランナー出し。初めての5スター物語のモーターヘッドの製作なんですが、今年からプラモデル製作を始める、きっかけになったプラモデルです。プラモデルレイコの状態から去年末、最初に購入したプラモデルなんです。購入したのはいいんですが、ほぼ初心者だったので、今年は、このための練習という意味合いが強かったです。メタリック塗装ばかりやってるのも、そういうわけがありました。そんなたわいもない話をしつつ、ランナーの取り出しが終わりました。机の上に広げてみましたが、乗り切りません。大体の量が伝わったかと思うので、素組みに移ります。今回の素組みは、ボークス製のプラモデルは初めてで、難易度高めとのことなので切り出しながら組んでいきます。ランナー重ねると取り出しにくいので、立てて作成。ランナースタンドは、100円ショップの取り置けですが、程よくしなるので、使いやすいです。パーツ切り出し&素組み中。はい、素組みが終わりました。できてないじゃんって感じですよね。なるべく分解して、塗装したいと思って、接着剤使わずに素組みしたんですが、これが限界でした。まあ、大体の構造などは、理解できたので、よしとします。あと、このバスターランチャーが、すごく大きいです。いやー、かっこいい。このために買ったと言っても過言ではないです。では、表面処理をしていきます。まずは、合わせ目確認。本体側の見える合わせ目は、少ないです。肩のパーツと足ももの裏ぐらいです。合わせ目が多いのは、バスターランチャー関係のパーツです。大体が、左右に分割された構造なので、すべてのパーツで合わせ目があります。でも、形状的には直線的なところが多いので、消しやすい感じです。引き続き、表面処理中。一旦、内部フレームの表面処理が終わったので塗装します。まずは1500番のサーフェイサーで下地塗装。それに EX ブラックを塗装後、カッパー色を塗装します。使ってる塗料は、ガイアノーツの FSS カラーコレクション2になります。こんな感じで全ての内部フレームの塗装をしました。内部フレームの塗装が終わり、外装パーツの表面処理に移ります。外装パーツの表面処理を行う前に、1箇所だけ改造をします。切っ
とは2種類の、ヒール形状から選択して組み立てることになってます。ただ、この2つのパーツが足りないだけなので加工と複製して、両方のヒールが使えるようにしました。まず、このかかとのパーツですが、よくある、後はめ加工で対処しました。ここのダボの太さに合わせて穴をカットします。次はこのポリキャップです。パーツ注文で購入もできますが、本来の用途ではないので、お値段も安い、ボールジョイントを使ってみました。ちょうど一番大きい、メス側のジョイントのサイズがぴったり。ただ、ちょっと緩い感じなんですよね。ということで、もう一つあった2軸のボールジョイントで試してみます。あんまり差があるとは思わないですが、予想外に保持力がある感じです。これを改造してポリの代わりにしていきます。サイズも似てるので助かります。まず、ポリキャップのダボのサイズを測ります。厚さが 1mm でしたので、1mm のプラ板をダボのサイズに切り出します。ニッパーで同じ長さのものを切り出して、ニッパーでダボの形状に合わせていきます。そんなに、きっちり合わせなくても、なんとかなると思ってます。ボールジョイントに作成した、プラ板を接着します。ヤスリで接着面の平面を作って、そこに接着剤で接着します。私は速乾の接着剤を使いましたが、瞬間接着剤でもいいと思います。両サイドにプラ板をつけたものを、実際のパーツと組み合わせて確認。若干、ヤスリで微調整が必要でしたが、しっかり組み付くことができました。実際の組み立てでは、ガタつくのが嫌でしたので、最後に流し込み接着剤で固定しました。並べると、こんな感じ。もう一個作ったら完成です。次にこのキットは何個か、肉抜き箇所があるパーツがあるので、光硬化ジェルで埋めました。このような穴埋めの場合は、光硬化ジェルの方が楽に埋めれると思います。あとはヤスリで整えておしまいです。表面処理なんですが、モールド薄いところが気になったので、ところどころ、デザインナイフとかで彫り直し、労力の割に効果が低い気がしますが、意外と楽しいんですよね。右が彫り直した状態ですが、違いわかります？もう、自己満足の世界ですね。次は、ファティマハッチのクリア化を行います。0.15mm のタガネで、ファティマハッチの溝を彫り込んでいきます。この辺りはプラが厚くてかなり、彫り込む必要がありました。切り離した面はヤスリで整えます。切り離した方も、形を整えて、はめ合わせ確認。いい感じですね。次にファティマハッチの取り付け面の作成です。切り離したハッチの裏にマスキングテープを貼り、取り付け位置にマスキングテープなどで固定しておきます。そこに光硬化ジェルを塗ります。結構、広範囲に塗りました。紫外線で硬化させます。1回では厚みが足りないと思い、同じことを3回繰り返しました。ファティマハッチの上の方には光硬化ジェルを塗らずに隙間を作ってます。そこからハッチのパーツを押して取り出します。ハッチの後ろに貼っていたマスキングが、ジェル側に残ってしまってますが、ピンセットで剥がせば OK です。これでヘッドパーツ側は終わりです。はい、ぴったりフィット。ハッチ側は、熱で柔らかくなる粘土で型を取って、光硬化ジェルで複製します。気泡を取ってから硬化させました。硬化後は、ヤスリで形や厚みを合わせて、4000番位ぐらいまでヤスリを当てて、
クリアするとこんな感じ。これにクリアグリーンを塗装したら完成です。とりあえずなんとか、やりたかったことができてほっとしました。一通り、表面処理が終わったので、外装の塗装をしていきます。外装も、まずは1500番のサーフェイサーを塗装しました。結構、彫り直しなどで小さな傷があると思うので、小傷を消す意味で塗装してます。乾燥後、下地色に EX ブラックを塗装します。いつもメタリック色の下地を何にするか悩むんですが、プラスチックスプーンで発色確認したら、黒下地の方がイメージに近い感じでしたので、ブラックにしました。次に、ガイアノーツの FSS カラーコレクション1を塗装します。シルバーにキャンディー塗装でゴールドにすることも考えましたが、失敗すると修復が大変なので、きっと購入時に一緒に購入した。この塗料を使うことにしました。結果的に塗り残しなどのトラブルも対処できたので良かったです。色的にもいい感じですから、やっぱり専用色だなって感心してました。外装パーツ塗装中。外装の塗装が終わって、塗り分け部分の塗装です。額のところは、ニューガンダムの制作でやっていた。ちょっと薄めたマスキングゾルでマスキングして塗装しました。ここもメタリック塗装にしたかったので、マスキング塗装にしてます。メタリック以外の色なら筆でもいいんですが、やっぱりアンモサハキラキラが好きなんです。ホワイトのところは、白地にプレミアムガラスパールを塗装してます。騎士団のマークはこの後再マスキングして、クリアレッドを塗装します。続いて、ボディに差し色で入っている、赤い部分の塗装です。ここはマスキングテープの方が簡単だと思ったので、マスキングテープをカットして塗装しました。アンモサはマスキングテープの上から、溝がわかりやすくするため、櫛などでなぞって、マスキングテープをへこませます。あとは、溝に沿って、カッターナイフなどでテープを切ります。こういうマスキングのカット前には必ず、カッターの刃は折ってます。はい、こんな感じ。塗り分けのレッド色を塗装中。エアブラシを使った塗装はこれで終了です。このレッド色のところは、下地にシルバーを塗装して、その上から、クリアレッドを塗装して、キャンディー塗装にしました。マスキングが大変のように思えますが、アンモサは、筆塗りよりこっちの方が楽に感じるんですよね。足の細いところとか、筆先がプルプルして4個やれる気がしません。はい、ミスなく塗れました。ここだけは、ホワイトで筆塗りです。ここはマスキングして塗れる、方法が全く思いつきません。適材適所ということですね。水性塗料のアクリジョンで塗ってから、マジックリンで余計なところを、落としました。次に外装パーツの表面を、コンパウンドで磨いておきます。単調で、長くなるのでこの辺で割愛します。はい、すべての塗装が終わりました。こうやって並べるとパーツも大きいですが、パーツも多いですね。早速、組み立てていきましょう。ファティマハッチの取り付けを忘れてました。底面に光を反射するように、アルミテープを貼ります。これだけでもいいんですが、ちょっと黒のマジックで、ファティマの影を描いてみました。雰囲気で適当です。失敗しても貼り直せるので、気楽にやれます。ハッチをつけてみると、こんな感じ。あとは透明接着剤で固定して完成です。細かいパーツを組み立て&墨入れ中。はい、各部位ごとまでパーツの組み立てが終わりました。いやー、毎回言ってますが、
達成感は半端ないです。では、最後の組み立てです。まずはバスターランチャーからです。この砲身を除いた部分でも30センチを超えるパーツで、砲身をつけると60センチぐらいになります。バスターランチャーを構えた状態で、飾るのは難しそうです。引き続きサクサク組み立てていきます。このナイト・オブ・ゴールドですが、噂通り難易度が高かったです。接着しないと作業性が悪いので、塗装前にほとんど接着して塗装した方が、楽に作れると思いました。それに外装つけると、ほとんど見えないですから。あと、一番時間がかかったのは、外装パーツの彫り直しです。楽しくなっちゃって無駄に彫ってた気がします。塗装誤差が出るかは謎ですが、それにしても予定通り、年内に完成できてよかったです。多分、こうして YouTube やってなかったら、挫折してた可能性大です。チャンネル登録、コメントしてくれた方、やる気もらえました。ありがとうございます。また、来年も引き続き作っていきますので、また、見に来てくださいね。それでは皆さん、良いお年を。さようなら。